私たちはバハオラを愛しています。私たちの心を一つに結んでくれたからです。今日私たちは共に食べ働きます。これはバハオラのおかげです。バハオラのおかげで多くの新しいことが理解できます。彼は私たちに神の愛と互いに愛し合い和合することを教えてくださいました。だから一緒に食べ分かち合うことができるのです。神は私たちに御恵みを与えてくださいました。私たちが今やっているすべてのことはバハオラの啓示と深く結びついています。私たちが集うとき、一丸となるとき、そして祈るとき、いつでも互いを知り、強い絆で結ばれるとても素晴らしい共同体だと感じます。私は近所の人たちのことをよく知るようになりました。ここに住んでいる子どもたちやユースについても同様です。そしてそれはすべてバハオラの教えと啓示のおかげです。そうです。家族が大きくなりました。2倍、そして3倍になりました。バハオラが我々にお与えになったのは原住民であることの意味であり、神に与えられたものによって世界に貢献する義務が我々にあるということです。神から送られた過去の預言者や使者は冬と春について語りました。バハオラは春です。ストーリーが展開しています。歴史を通じた人類進歩のお話です。それは神の使者の教えにより推進されています。彼らは発展の各段階で人類を導き、今や成熟の夜明けに至りました。神の使者は人類にとっては教師のようなもので、特定のメッセージをもたらします。そのメッセージは彼らが出現した時の人類の能力に応じたものです。今はバハオラの時代です。今日の神の使者です。バハオラの目的は全人類の和合です。あらゆる人種、階級、背景を持つ人々を一つに結ぶことです。バハオラの教えは何百万人もの心を奮い立たせています。地球上のあらゆる国々に存在する近隣地域、村落、そして都市を変革しています。バハオラは人類の全体的な性格を変え、世界の状態に内的かつ外的な変化をもたらすために来られました。バハオラの教えは広範に及び本質的に不可欠なものです。その中心となる特徴は人類の一体性で、人々と国々をつなぐ不可欠な関係の変化に関わるすべてを含んでいます。彼らがあらゆる形の偏見を超越し、男女平等を促進し、虐げられた者の心を高揚させ、経済的な公正を促進することを助けます。バハオラの教えは分裂や疎外感の終わりを象徴するものです。今日は人類は皆一つの家族であることを認識し、世界中に住む人々の多様性を積極的に受け入れながら、
和合された世界を築く時代です。それは人類の物語の新しい一章であり、200年前に始まりました。1817年のペルシャ。世界は深い眠りにありました。ごく普通のある日の夜明け、一人の非凡な子が世に生まれました。その子は後にバハオラという名で知られるようになります。バハオラは貴族の子として時を過ごしました。彼の父親は著名な大臣でした。彼の家系はペルシャの偉大な王朝に遡ります。バハオラは驚くべき子供でした。彼には天賦の才能がありました。会う人は皆彼の立ち振る舞いに驚きました。大人たちは互いにバハオラについて問いました。この幼い子供が我々をしのぐ振る舞いと理解力を持っているということはどういうことだ？彼の応答はとても深遠でした。皆は彼が学校に行ったことがないことに驚きました。その知識と精神性は比類ないものでした。バハオラが青年に達した頃、彼は贅沢と名声の人生に背を向け、貧しい者と抑圧された者のために身を捧げられました。バハオラは22歳の時、当時の習慣に倣い政府の大臣として父親の後を継ぐはずでした。バハオラはその地位を拒否し、民間人であることを好まれました。毎日のように助けを必要とする人々がいました。彼は貧しい者たちを助けました。朝から晩まで訪問者は絶えませんでした。それで彼は貧しき者の父と呼ばれるようになりました。彼はすべての人を平等に愛し、人生を捧げました。自分を捧げることはたやすいことではありません。他人のために自分を犠牲にできる人は特別です。愛する能力を豊富に備えた人です。貧しい者に奉仕するバハオラの献身は、当時の貴族の態度とは際立って対照的です。後年、彼は幼い頃の話をもとに、物質世界とそこにある富は一時的なものであると説明なさいました。幼い頃、兄上の結婚式祝いの場で手の込んだ人形芝居を見た時のことを語っておられます。小さな登場人物たちが素早く動き回り始め、宣言しました。王様のご入室、席を用意するように。王様の登場です。威厳に満ちていても偉ぶった態度です。輝く王冠をかぶっていました。鉄砲が鳴り、ラッパが響き、突然テントに煙が充満しました。芝居は終わり、それから20分後、一人の男がテントの裏から出てきました。腕に小さな箱を抱えていました。バハオラは男を呼び止め、尋ねられました。この箱は何？彼は答えました。あなたが見たものすべては、王子も王も大臣も今やこの箱にしまわれているのですよ。バハオラはこの話を通して肉体存在の真の目的を説明なさっています。早晩、これらの外見の装飾や蓄積された財宝、この世の虚栄は、これらの傲慢にして尊大な人々と共にあの日の箱のように墓に埋められるのである。それゆえ洞察力を有する者は誰であれ、永遠の目標に目を据えなくてはならない。
バハオラはこの話により、この人生の実在は過ぎ去り、何も残らないことを説明なさっています。実際人間にはこの世で生き、死んでゆく物質的な自分があります。その一方、神から来た魂もあり、それは肉体の死後も永遠に存在し続けます。神は私たち一人一人に魂、そして憐れみ、正義、許すことなどの特質や属性を与えられ、私たちを本質的に気高く作られたとバハオラは教えておられます。私たちには神から授かったこれらの特質を反映させる能力があります。バハオラは次のように述べられています。我、汝を気高く作った。しかるに汝は自らを卑しくした。さらば汝、作られたるところにまで汝を清めよ。人は社会の改善に貢献し、文明を進めるために作られました。それを行うやり方の一つは、自分は気高い魂であり、高貴な存在だということを知ることです。魂は神に似せて作られたということを理解すれば、私たちは誰かを見るとき、一番大切なことは肌の色ではなく、性別でもなく、その人の魂を見ることです。そうすれば、魂を通してお互いを理解し合い、私たちは一つであることを知れます。バハオラはこうおっしゃっています。我汝らすべてを同一の土くれより作った。私たちが他人より自分を優先すべきではないからです。もしすべての人々がこの考えを理解するならば、世界の人々は和合するでしょうし、男女の平等も現実となるでしょう。バハオラは社会を変革するために法と原則をもたらされました。かつては女性には決定能力や学習能力がないと思われていました。しかし今日ではバハオラの啓示のおかげで、私たちは女性として地域社会に参加する重要な役割を担っていることを学びました。男女は鳥の領域のようなものです。人類という鳥は領域がなければ進歩できないことを意味しています。ですからバハオラは男女間の平等をこの時代の発展のための不可欠な前提条件として定められました。これは受け入れられなくてはいけません。バハオラは人類の和合のために原則をもたらされました。人類はそれぞれ異なった文化、種族、人種、慣習を持っており、皆をまとめるには原則が必要です。1844年、バハオラの優しさや憐れみ深さ、そして見識や英知に関する名声は彼の故郷に広く知れ渡りました。同時に突然衝撃的な動きがペルシャ中に起きました。門と意味するバブという若者が人類を目覚めさせ、長く待ち望まれていたすべての時代の約束された人物のために世界を準備すべく立ち上がりました。バハオラはバブの大業の著名な支持者になられました。しかしバブの教えは権力者の反対に遭いました。僧侶や政府は彼を非難し、信者たちを容赦なく迫害しました。何千もの人々が殺されました。1850年、タブリーズの軍隊広場でバブは衝撃的な状況のもと処刑されました。バブの処刑後も信者たちへの迫害は続き、何千人もが虐殺されました。
バハオラは虚偽の告発を受け、逮捕状が出されました。彼は捕らえられました。鎖でつながれ、撃たれ、裸足で歩かされました。そして暗黒の穴という意味のシアチャールと呼ばれる地下牢に投獄されました。そこは暗く、一筋の光さえ入りませんでした。入り口が一つあるだけで、その悪臭は想像を絶するものでした。その場所がどういうところだったかは、私たちには想像できません。バハオラの首には重い鎖がかけられました。その鎖の跡は生涯残りました。この悲劇を見ると胸が張り裂ける思いです。人々は長い長い間、最愛なる御方の出現を待ちわびていたのに、こんな仕打ちをしてしまったのです。しかし、そのシアチャールでバハオラは自身がこの時代の神の献示者であるという神からの啓示を受けました。テヘランの牢獄に投獄されていた日々、鎖の耐え難い重みと周囲に充満する悪臭は我に睡眠をほとんど許さなかった。それでも時折眠ることができたが、ある時頭上から胸にかけて流れ降りるものを感じた。それはちょうど高い山の峰から地上に叩きつけられる力強い滝のように感じられた。そしてその瞬間、バハオラの声は誰もが聞くに耐えない言葉を語ったのです。バハオラご自身がおっしゃいました。この最悪の状況の下で、この光の瞬間、この輝きが、この光が彼に現れたという対照的な組み合わせは、想像するには不可能なことです。これはこれから起こる多くのことの始まりです。その影響を見ることができます。その時点から神の啓示は全世界に影響を及ぼしています。バハオラは4ヶ月間シアチャールでの苦難に耐えられました。そして家族と共に母国から永久に追放されるという命令が下されました。闇衰弱した体で厳しい冬の寒さの中、バハオラはザグロス山脈を越えてバグダッドに着きました。これがこの先40年の間続く流刑の始まりです。しばらくの間、神から下された聖なる使命は隠されていました。1年後、バハオラは周囲から身を隠され、クルディスタンの山の荒野へ立たれました。そこで彼は2年間瞑想と祈りに浸りました。ついに我が家とそこにあるすべてを捨て去り、また我が生命とそれに関するすべてを放棄し、我はただ一人同伴者もなく
身を引き、隠遁という荒野を放浪したのである。空飛ぶ鳥たちが我が同伴者であり、野に住む獣たちが我が仲間であった。この期間はブッダガヤにおけるブッダの瞑想や40日にわたる荒野で過ごされたイエスの日々、そしてヌール山におけるモハメッドの隠遁を思い起こさせます。やがてその周辺の人々はバハオラの存在に気づき始めました。そして彼の偉大さはその地域全体に知られました。バハオラが我々の住む場所にいらした時、この山々や谷間や洞窟にいらして生涯で最も平穏な2年間を過ごされました。状況を比べてみてください。バハオラはとても困難で過酷な人生を送られましたが、唯一の平和な2年間がここにあったのです。世代が変わってもこの思い出は今もなお住民の心の中に残っています。現在に至っても人々はまだそのことを語っています。バハオラがバグダッドへ戻られた時、共同体にとっては歓喜とお祝いの時でした。もちろんバハオラの人格は皆を引きつけました。彼のことを聞いた人は彼を訪れ、彼と語ることを望みました。そして多くの人がバハオラに助言を求めました。バハオラがバグダッドに住んでおられた時、多くの人が彼に会いに来ました。彼は人々を温かい愛で迎えました。バハオラは優れた人格を持つことについて教え話されました。そして高潔さ、忠実、信頼性、真実を述べること、和合、そして道徳的規範について説かれました。報復よりも平和を優先すること、平等や親睦について忠言されました。これがバハオラのメッセージです。バハオラの啓示の生命を与える言葉は奇跡的な速さと勢いで彼のペンから流れ出ました。生涯を通じて彼が書かれた書物は100冊を超え、800以上の言語に訳されています。バハオラはバグダッドにおられた頃、次のように書かれました。人類の性格を根本から一変させるのがそれぞれの啓示の目的ではなかったのか。その性格の転換は外面的にも内面的にも現れ、また人類の精神生活にも外的環境にも影響を及ぼすものなのである。神は使者もしくは偉大な教師を私たちに送ってくださいます。その教師の一人一人が神から表された言葉を持ってきました。現代の神の言葉はバハオラの啓示です。神の言葉には力があります。人の魂を変える力です。しかし人類はそれを使えるようにならなければいけません。ですからこれは単に個人のためだけのものではなく、個人を変えるためのものでもありません。これは共同体を変えるためのものです。私たちが神の言葉をよく理解できるようになるにつれ、自分たちの能力も高められるようになります。人類の改善に貢献することに努力する能力です。私たちが奉仕や礼拝においてその能力を表現するとき、神の言葉が生きてきます。バハオラの啓示は言葉では表現できません。説明の仕方もわからないでしょう。まずそれは自分を変えます。そしてその教えの影響を受けて子供を教育し育てます。家庭内の関係が良くなります。それから奉仕について自分の理解を深め、社会にも伝えたいという気持ちになります。
私たちはそれぞれ異なった色や形をしている一つの庭に咲く花であるというバハオラの言葉が大好きです。私たちは一つであるということを理解したら、一つになるために努力しなくてはなりません。その一体性のために努力する過程において、私たちは他者に奉仕し、彼らを助けます。今の時代はどうしても自分自身の問題や欲望に没頭し、それを中心に生活しがちです。バハオラは自分自身に背を向け、他人のことを考えるように奨励なさいます。事実、幸せは自分の欲望を満たしている時にやってくるのではなく、誰かを手助けしたり、その人たちができないことをできるように援助する時にやってきます。地域社会に奉仕し、他の人にもそれを奨励するということは、私にとって考え方の大きな転換でした。私がとても好きなバハオラの言葉があります。次の通りです。世の改善は清らかで立派な行いと称賛に値する礼儀にかなった行動を通して達成できる。この言葉は私に考えさせます。毎日の生活の中で私にはどんな良い行いが達成できるのか、自分の人生や社会生活の中で私ができることで神が喜ぶ行いとは何だろうなど。現在の私たちの人生の目的は奉仕をすることです。周りにはまだ人種差別があります。黒人対白人、そして異なった国籍間の差別もあります。でも私たちが一丸となり結束できれば、この共同体、そして世界に和合をもたらすことができます。バハオラの言葉は個人の理解力を向上させ、共同体の人々が自らの精神を高揚させ、共に協力することを可能にします。私の共同体で見られるいいことは、皆が愛と和合を表し、交流するとき、さまざまな知識を共有しながら互いに学び合えることです。神は少数の限られた人だけでなく、すべての人に知識を与えられました。力を付与するものは知識です。自分とは誰か、自分の周りにあるもの、神が人類のために定めた目的などについての知識です。私たちはこのことを一旦理解したら、人々がこの知識を得る手助けをしたり、その人の能力に応じた変革に貢献する方法が見つかるでしょう。バハオラは貧しき者らに教え、治癒を与え癒し、弱き者らを助けるために来られました。バハオラはそのためにいらしたのです。変化の時がやってきました。古い慣習は廃れました。サイクロンが襲ってきた時、我々の多くは希望を失いかけました。しかしバハオラの啓示の助けでくじかずに立ち上がることができました。バハオラの啓示が単なにもたらされた時、それがこの島に与えた影響は大きなものでした。サイクロンの力でさえ人々が内面に持つ精神力を任すことはできませんでした。人々は希望を失いませんでした。その代わりに立ち上がりました。これは彼らの内面にあるものの物理的な証です。彼らの内部には神の啓示の力があり、
それが彼らに行動を取らせたのです。彼らは希望を失いませんでした。1863年、バハオラと彼の教えの影響はペルシャの権力者の怒りを買い続けました。彼らからの強い勧めでオスマン帝国のスルタンはバハオラを故国からさらに遠い地に追放しました。バグダッドを立つ前にバハオラは従者を12日間チグリス川のほとりにあるレズワンの園に集めました。彼のテントがバラの花に沿って張られていたのはここです。ここでバハオラは初めてご自身がこの時代の約束された神の使者であることを宣言されました。この瞬間、人類の歴史の新しい時代が始まりました。すべてが変わることになります。バハオラにより求められた変化の規模は、今日の時代について述べられている言葉の一部に暗示されています。隠蔽され隠されていたことが、今や到来したこの日を迎えるために身を奮い立たせよ。この日、天の扉が大きく開かれ、永久の雲から雨が降ってきた。彼の言葉は精神のエネルギーの大波を放ちました。その影響は将来の数えきれない世代にまで及ぶでしょう。バハオラは家族や同伴者と共にオスマン帝国の果てまで追放されました。最初はイスタンブール、それからエディルネへと。権力者たちはこれで信教を一掃しようとしました。しかしバハオラの影響は止められません。数年が経ちました。1868年、バハオラは再度追放されました。今度はオスマン帝国の辺境にある厳しい環境の植民地であるアッカという牢獄都市でした。バハオラのアッカへの到着の様子は筆舌に尽くしがたいものです。暑く風も吹きませんでした。この牢獄都市の開門から暗くて狭い道を連れて行かれました。バハオラと家族は牢獄へ連れて行かれました。そこは惨めな状態の荒廃した建物でした。彼らは看守に飲み水を求めましたが、看守は食べ物も水も与えることを拒みました。最後にはしぶしぶ何かを与えましたが、水は飲める状態ではありませんでした。当時この厳しい状況下で信者のうち3人が亡くなりました。バハオラは聖なる書物の中で彼の苦しみについて書いています。彼が重い鎖を背負うことを受け入れたのは、私たちが束縛から解放されるためであり、強固な砦の囚人となることに同意したのは、人類を自由にするためであると。そして彼は私たちが喜びと幸福の中に生きられるよう、悲哀の杯を飲み干されました。
おお神の一体性を信ずる者らよ。我は汝が高められるようにと癒しめられることを受け入れ、汝らが繁栄するようにと無数の苦悩に耐えるのである。この追放と投獄の間、バハオラは当時の君主や統治者たちに書簡を書かれ、ご自身の地位がこの時代の神の使者であることを公言されました。バハオラは帝政の時代に世界の国王や統治者たちに宛てた書簡を書かれました。当時は少数の支配者が世界の大部分を治めていた時代です。バハオラはこれらの統治者に対して非常に大切なことを呼びかけました。それは平和の呼びかけであり、世界の権力者がその国民を抑圧しないようにという勧告です。このように悲惨な状態に置かれた囚人が当時の当事者や国王たちに対し書簡を送り、慈悲と正義をもって国民を導くように勧告されたということは注目すべきことです。彼のメッセージは統治者が国民の声に耳を傾け、貧しき者の利益を考慮しながら統治し、すべてにおいて協議すべきであるというものです。協議の原則は真理の追求と全体の利益に終点を当て、意思決定するということです。協議を通して集まった人々は自分たちの考えを自由に共有し表現することができます。そして集団の輪の力で協議を通して集団的な意思決定ができるのです。私たちが具体的に和合を築くことができるということは、バハオラが与えてくださった大きな贈り物です。バハオラは並外れたことをなさいました。学校に行ったことさえない人々が大学を卒業した人々と共に共通の視点を見つけるために互いに話し合えるようになるということはとても稀なことです。教義は大衆に声を与える手段となります。バハオラは教義は皆のものだと教えておられます。我々全員がこのプロセスに参加するよう強く奨励されています。そしてこれは地球に正義を実現することと密接に関係しています。これは全ての集団が教義のプロセスに参加する権利と特権と義務を持っているからです。我々は世界でいかに多くの人々が苦しんでいるか、どれだけの不正、どれだけの困難に人類が直面しているかを隠すことが難しくなっている時代に生きています。我々は単に不正をなくしたいのではなく、実際に正義を確立したいのです。我々が他の人々と集い、ストラテジーや解決策、社会で直面する多くの複雑な問題への取り組み方を見つけようとするとき、和合を築き、協調を強化し、皆の合意を得られるように行わなければなりません。私たちが真実と誤りを区別し、公正な判断ができ、他人を公平に扱うことを可能にしてくれる正義という機能、我々の魂の能力がこのプロセスには欠かせないとバハオラは教えておられます。事実、正義は和合確立の最も偉大な道具です。人は今、より広い視野で和合の意味を捉えています。異なった文化、言語、人種であっても私たちは一つです。なぜなら私たちは皆同じ神の子だからです。世界は大変な困難に陥り、その人々の心は全くの混乱状態にある。神の正義の栄光にて恵み深く彼らを明るく照らし、常にまたすべての条件下で彼らに有益なものを彼らが見つけるのを可能にしてくださるよう、我は全能者に懇願する。
バハオラは9年間を牢獄都市アッカに閉じ込められたまま過ごされました。やがて町の指導者たちは彼を愛し尊敬するようになりました。最後にはスルタンの命令や要求も無視し、バハオラに町の外に出るように懇願さえしました。ついに彼は町の外へ移られました。バージというところです。バハオラは生涯最後の12年間をバージで過ごされました。多くの著名人が彼を訪ねました。その一人がケンブリッジ大学のエドワード・グランビル・ブラウン教授です。彼は最初の接見と彼が受けた印象を次のように記しています。私は広い部屋に入っていた。やがて1分か2分経った頃、畏敬の念に駆られ、この部屋に誰かいることにはっきり気づいた。長椅子の端が壁に接している隅のところに、不思議な、そして神々しい姿の人物が腰掛けていた。輝くその目は何人の心をも読むがごとくであった。その人の前に身をかがめたとき、それが誰の前であるかを尋ねる必要はなかった。その人こそ王たちも羨み、皇帝たちが虚しくため息をつくほどの愛と熱誠の目標であったかの人であったのである。優しいが威厳のある声が私に座るように命じた。それから次のように言われた。あなたは囚人にして流刑者である者に会いに来られた。我々はただ世界の利益と国々の幸福とを願うばかりです。すべての国々が信仰において一体となり、すべての人々が同胞として一体となること、人々の間に親愛と和合の絆が強化されること、人種の差別がなくされること、これらのことのどこに害がありましょう。しかしそれは必ず実現されるでしょう。これら無益な闘争や破壊的な戦争はなくなり、やがて最大平和が必ずや来るでしょう。1892年5月、40年間人類のために苦しみ追放生活を送られた後、バハオラはここバージで昇天されました。彼の病は現在修復され、美化が進んでいます。ここは世界中何百万もの人にとって精神的な中心地、そして巡礼の地となっています。彼らは自分の住む共同体で和合、正義、平等というバハオラの教えの実践に日々努める人々です。バハオラが求めておられる変化は驚くべき規模のものです。彼が求めておられるのは社会の構造や人間関係における協調だけでなく、もろもろの関係が再概念化、再思考され、人類の一体という原則が具体化されることを求めておいでなのです。そしてそれには他者との協力、人との触れ合い、体験からの学び、そして物事をこの壮大で巨大なビジョンに照らし、合わせて考えることが求められます。バハオラのビジョンは和合を世界にもたらすというものです。ですから和合は村にももたらされます。私も含め人々の中には、人はそれぞれ異なった意見を持っているので、
皆を和合させることは不可能だと思う人もいました。でも今はバハオラのビジョンは現実化すると確信しています。彼の啓示の影響は私たちの共同体の中で見えるようになりました。老若を問わず皆が一緒に話し合うとき、思考の一致が見えます。バハオラの到来により、各人の精神が持つ可能性が明らかになりました。私たちがバハオラの教えと啓示に従えば、家庭は楽園になるでしょう。私はパナマ共同体の出身です。原住民の共同体で文盲のためにみんなが苦しんでいました。しかしバハオラの啓示がここに持たされたとき、考え方と文化が影響を受けました。それは人々の内面から変化と転換を起こしました。バハオラは家族や人々や種族の教育をする役割について説かれています。それで初めて彼らは理解しました。教育が自分たちを解放する強力なかがり火であると。もしバハオラの啓示が我々の共同体のようなところでも変えられる強力な光ならば、世界中のどこのどんな共同体でも変えることができるのではないでしょうか。この日、バハオラの使命は過去のものとは異なる規模であり、新しい文明、精神性のある世界文明を築くことが目標なのです。私たちが学んでいるのは、どうやって今までとは違う類の共同体を築くか、バハオラの教えを反映したこれまでとは異なる文化を形成するかです。これは奉仕に献身し、崇高な目標へ向かって他者と協力し、あらゆる背景の人々と和合のうちに共同するという文化です。それがバハオラの啓示に見られる宗教の概念です。人類の進化の次の段階、すなわち人類の統一に我々を導いてくれるものです。あるストーリーが展開しています。それは人類が神と出会うストーリーです。この出会いは世界中で起きています。村でも隣近所でも、町でも都会でも。そのストーリーではあらゆる魂が不可欠な参加者です。それは期待に満ちたバハオラの言葉で照らされた出会いです。己よりも同胞を好む者は幸いである。汝の心の花園に愛のバラの実を植えよう。汝らはみんな一つの木の果実であり、一つの枝の葉である。世界は一つの国であり、人類はその市民である。和合の光は非常に強力であり、それは地球をすべて照らしうるほどである。この虐げられし者が悲哀と苦難に耐えたのは、また聖句を掲示し証拠を示したのは、憎悪と敵意の炎を消し去ることに他ならなかった。これにより人々の心という地平線が共和の光で照らされ、真の平和と平穏に達せんがためである。